こんにちは、ゲームギークです。エクストリファイから発売されているトップシェル乾燥型ゲーミングマウス M4-2 をご提供いただいたのでレビューしていきます。もうね、変形するってだけでロマンたっぷりなんですけど、見かけ倒しじゃなくて後部のシェイプを変えることで様々な持ち方にフィットするようになっていて実用性が半端ないです。ではその外観と性能について見ていきます。今回見ていくのはピンク色。カラーリングはですね、全部で5色あって、左からブルー、レトロ、ブラック、ホワイト、ピンクです。値段は微妙に違っていて、ブラックが一番安くて、レトロが一番高いです。他はその中間で同じくらいです。箱を開けるとマウス本体。キーキャップが2つ付属してきます。マウスと同じ色をしたエクストリファイとグレーの GG とプリントされたものです。透過処理されているので光ります。乾燥用のトップシェルが1つ。これはモジュラーシェルと言います。本マウス最大の特徴ですね。で、予備のマウスフィート。最後にクイックガイドとステッカー。ドライバーレスなのでクイックガイドに載っている操作方法で RGB を制御します。なので取っておいた方がいいかもしれません。同梱物は以上です。エクストリファイ M4-2 は左右対称型でサイドボタンは左のみなので実質右手向けマウス。ここの後ろ半分がパカッと取り外し可能になっていて、もう一つのモジュラーシェルに簡単に乾燥可能です。これね、今までどうしてどこも発売しなかったんだっていうくらいいいアイディアですね。サイズは実測で長さが 118.1mm、グリップ幅は 56.2mm、高さは 37.3mm となっていて、分類としては小型の S サイズになります。付属してくるモジュラーシェルは2パターン。カーブがきつめなシェルと緩やかなシェルです。重さはほんの少しだけ違って、カーブきつめは 5.2g、緩やかの方は 4.6g でした。シェルを外した状態のマウス本体は 55g ですが、シェルを乗せてみるとだいたい 60g ぐらいになりました。軽い部類ですね。シェルはエクストリファイ独特の丸い穴抜き仕様。普通のハニカムよりも滑らかな気がします。内部には防滴コーティングが施されているようです。全体的に小さいですね、このマウス。ボタンはロープロファイル気味です。サイド部分は隅々まで穴抜きされているので、ホールドした時にその穴の感覚が嫌いな人にはちょっと合わないかも。モジュラーシェルを付け替えてみました。後方のコブの形が大きく変わって持った感覚がかなり変わります。マウス自体は小型なので手が大きい人には向かないかもしれませんけど、小さめから普通だったらフィット感はいいはずです。緩やかカーブでかぶせ持ちのフィット感は抜群に。きつめカーブでつかみ持ちはホールド感がアップ。後方のコブとロープロファイル気味なマウスボタンがしっくりきます。つまみ持ちは緩やかカーブのシェルにするか、もはやね、外した状態でもいいんじゃないかと思います。そうするとさらに軽量化されますし、シェルがない状態でも頑丈なので実際本当にそう使えます。シェルの取り外し方はとても簡単。お尻部分に溝があるのでそこから持ち上げるだけ。このように簡単に外れます。取り付けるときは前方に爪があるのでそこを先に引っ掛けてはめます。で、後ろの部分を見てもらえばわかるんですけど、この黒いネジですね。これがマグネットの銀の部分とくっついているんです。これだけですが十分しっかりはまってぐらつきません。変形できるのにビルドクオリティはとても頑丈。モジュラーシェルのトップを強く押すとさすがに少しきしみますけど、それは品質的には全く問題ありません。先にも言いましたが、シェルが外れた状態で再度押し込んでもかなり硬いです。センサーはピクサート PMW3389 で最大 DPI は16000です。M4 と一緒のセンサーですね。使っていて何も問題は感じませんでした。センサー位置はドセンター。マウスフィートは前後に細めの U 字型が2枚。100% PTFE で滑りはいいです。ケーブルは布巻きの EG コードケーブル。マウス本体のカラーと同じ色なのは嬉しいですね。改めて触ってみるとね、これ結構硬いなと感じました。マウスバンジーは使った方が絶対いいです。ストレスリリーフは地面に対して上向きに設計されていて、マウスパッドとの干渉は軽減されています。エクストリファイ M4-2 のリフトオフディスタンスの距離を調べます。LOD は 1.2mm でした。ほどほど短めで悪くないです。ドライバーレスでソフトウェアがないため LOD は変更できません。この長さで固定となります。ではマウスボタンのクリック音を聞いてみましょう。セパレートタイプのオムロンメカニカルスイッチ。クリック音はクリスピー。押し心地は固めで跳ね返りは普通くらい。
プリトラベルはそこそこありますが、ポストトラベルはかなり少なめです。指を置いた時のフィット感が不思議と心地いいんですよね。M4 もそうなんですけど、割とマウスボタンがフラットになっています。普通はね、ここって真ん中がくぼんでいるマウスが多いんです。これはモデル O ワイヤレスですけど、比べると分かりやすいかな。マウスボタンの形が結構違いますよね。好き嫌い分かれるかもしれませんが、私は好きですね。サイドボタンは大きめで押しやすい設計。柔らかめでちょっとだけふわっとした押し心地。プリトラベル、ポストトラベルともにそこそこあります。マウスホイールはちょっと変わった模様のラバーで、中央が光るようになっています。スクロールは軽めで非常に静か。クリックはちょっと硬いです。これは CPI ボタンではなく、ライティングの設定を変更できる RGB ボタン。ソフトウェアなしでもちゃんと RGB の光り方をカスタマイズできますが、その代わりドライバーレスなので、他のキー機能にバインドし直せないのが残念ポイントかな。マウス底のセンサー左横に CPI ボタンがあります。LED インジケーターが光って、その色で現在 CPI を確認できます。CPI はそれぞれ400から16000まで8パターン用意されています。一度行き過ぎるとボタンを押しまくらなきゃいけないのがちょっと大変。400に戻ると赤の LED が2回点滅するので、そこは分かりやすいです。最後にこれがポーリングレートを変更するスライダースイッチ。500Hz か 1000Hz だったらどっちでもお好みで OK です。ライティングは結構綺麗。特にサイドからフロントを半周するラインは特徴的。モジュラーシェルのすぐ下には Xtrify のロゴ。妙に大きいプラスチックの箱みたいなのがくっついてるんですけど、これ削ったらもうちょっと軽くなったんじゃないかなとか思ったり。ライティングパターンは全部で10パターン用意されています。これがオフ。これがウェーブ。RGB で波打ちます。単色でゆっくりフェードするブリージング。同じ色で発光し続けるスタティックかな。一色ずつゆっくり変わっていくスペクトラムサイクル。単色でムチのように光るやつ。色が少しずつ変わっていくタイプ。虹色で光っていくタイプ。ボタンを押すと光るリアクティブ。単色で鼓動のように光るハートビートっぽいの。ライトの名前とか適当に言いましたけど、これだけプリセットが用意されています。RGB ボタンと特定のボタンを組み合わせることによって、輝度やカラーの変更、スピードの変更までできちゃいます。RGB ボタンと右側のサイドボタンを押すことで、輝度がどんどん暗くなっていって、最終的には消灯します。で、左側のボタンを押すと段階的に明るくなっていきます。RGB ボタンと右マウスボタンを押すことで色の変更ができます。全部で7色。で、RGB ボタンと左マウスボタンを押すとスピードの調整ができます。これで少し遅めのスピード。これでかなり速くなりました。中間もあって3段階の調整です。完全なドライバーレスのプラグ&プレイとなっていて、ソフトウェアは存在しません。すべてマウスにある物理スイッチで設定を変更します。ソフトウェアがないので、パソコンに余計なインストールが発生しません。PC をクリーンに保っておきたい人、またはね、大会に出るような方には嬉しい設計ですね。マクロ設定、ボタンアサインの変更、LOD の変更、このような制御はできません。普段ボタンに様々な変更を加えている人は注意しましょう。エルゴシェイプである Xtrify M4 もかなり素晴らしい出来で非常に持ちやすいマウスでした。ですが、この左右対称タイプも相当な完成度です。シェルの付け替えでシェイプを変化させるというね、天才的なアイディアでグリップスタイルを問わず使える万能マウスになりました。重箱の隅をつつくようなことを言えば、ケーブルが硬いだとか、ボタンアサインが変更不可だとかありますが、基本的にはとても優秀でおすすめできるマウスです。あと使わないモジュラーシェルが行き場を失うので、袋みたいなのついてきたら最高だったかな。もしすごく気に入ったら別のカラーを買えばシェルをスワップしてツートーンカラーとかもできそうです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーミングデバイスに興味があったらぜひチャンネル登録していってください。ではまた次の動画で。